皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は8月28日土曜日、第51回目です。アメリカを感動させた硫黄島109条の手紙、ルーズベルトに与える賞です。本日のポイントです。硫黄島の戦いで玉砕を遂げた109条がルーズベルト大統領宛てに残した手紙です。アメリカの大手新聞に掲載され、大変な反響を全米に引き起こしました。日本人がこんなにも崇高な精神を持っていたことに、私たちは誇りと感動を感じます。そのお話です。硫黄島の戦いは1945年2月19日の米軍上陸前から行われました。米軍の航空機による爆撃と艦砲射撃で日本軍の壊滅を図る計画でした。島には隠れるところがなかったのです。そこで栗橋中将は地下壕を網の目のように掘らせ、奇襲をかけたのです。地熱70度、島全体が岩です。水もなく大変な作業でした。米軍の死傷者数が日本軍を上回る唯一の戦闘でした。陸軍が栗橋中将率いる13,586名、海軍が109条率いる7,347名、合計23,933名です。米軍は11万の軍隊と戦車、兵器を送り込んだのです。1945年3月26日、109条をはじめ、栗橋中将らが玉砕を遂げました。その一月足らず後、4月12日、ルーズベルト大統領が死亡しましたので、この手紙を読むことはありませんでした。その手紙の名前は、ルーズベルトに与うる賞です。この手紙はアメリカ軍の手に渡った後、検閲を経て、7月11日、大手新聞に掲載されました。その名前は、死に臨んだ日本の一提督の米国大統領宛ての手紙です。アメリカ全土で大変な反響を起こしました。この手紙は今もアナポリスの海軍兵学校に収められています。アメリカという国は敵であれ味方であれ、優れたものを取り入れる柔軟さが国の強さではないかと私は思います。ここで少しご一緒に考えてみましょう。109条の手紙が全米で紹介されたのが1945年7月11日。今まさに日米大戦の末期、日本に原爆が投下される約一月前のことです。日本では鬼畜米英が叫ばれ、アメリカも日本に憎し、日米戦争に終止符を打とうと躍起になっている時です。そんな緊迫した中で、敵国の指揮官の遺書を誰が聞くのかと私なら思います。しかし大手新聞に載せることもすごいですし、また全米に反響が起こったこともまた驚きでした。言い換えれば、この手紙にはそれほどの影響力があったということでしょうね。この点について考えさせられるのです。この手紙がアメリカ人の良心を揺さぶったこと、また神風特攻や玉砕を繰り返す日本兵の精神性に初めてアメリカ人が知って驚いたことでしょう。その反対に小野田少尉の体験や考え方、また109条の手紙、そしてアメリカで最も尊敬されている軍人がこの109条とともに玉砕した栗橋中将であることもほとんどの日本人が知りません。まさに生きた教科書ですね。これを教えていないというより、
日本国民に隠しているという方が正しいように思います。もしマスコミで広く日本に公開され、教科書に記載されていたら、日本人の誇りは回復して、少なくとも今日のような誇りを失った国にはならなかったと思います。玉砕といえば、あまりに悲壮な響きがします。ヒステリー状態、またパニックに陥った日本兵の最後。そんな重苦しいイメージを思い浮かべるように聞かされてきました。その背景に、日本を貶める勢力が今も働いているからです。しかし愛する家族と日本のために、命を捧げた私たちの先人の最後は惜しかったのです。109条は、玉砕を遂げる9日前に、残る196名と共に、硫黄島の地下深くでこの書を読み上げました。日本という国の戦争する大義を確認し、たとえ朽ちるとも、この志は後世に伝えられる誇りを呼び覚まし、勇気を与えたのです。私が毎回のように、私たちにはどうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。このように私が申し上げる理由がここにあります。私の YouTube のタイトルでもある、世界に誇る日本人の心です。当時米軍は戦争の時、日本兵の遺体から所持品を確かめていました。109条はそれを逆手に取り、英文のものは赤い中佐、和文は村上大尉が胴に巻きつけました。思惑通り玉砕の後、米軍に発見され、アメリカ国民に公開されるに至ったのです。それではその手紙です。現代訳です。日本海軍10海軍少将がフランクリン・ルーズベルト氏に手紙を送る。私は今、我が戦いを終えるにあたり、一言あなたに告げることがある。日本がペリー提督の下田入港を機会に、広く世界と国交を結ぶようになってから約100年。この間、日本の国の歩みは困難を極め、自ら望んだのではないにもかかわらず、日清、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、日中戦争を経て、不幸にもあなたの国と戦争するに至った。これによって日本を見て、あるいは好戦的国民だとし、あるいは高価、黄色人種脅威論という意味ですが、高価だと言って貶め、あるいは軍部や財閥が勝手にしたことだという考えの足りないことを甚だしいと言わざるを得ない。あなたは真珠湾の不意打ちを対日戦争唯一の宣伝材料としているが、日本が自滅を免れるため、この行動に出るほかない窮地にまで追い詰めた諸樹の情勢は、あなたの最も熟視しているところだと思う。恐れ多くも、日本天皇は高祖高祖建国の大将に明らかなように、つまり歴代の天皇の御事のりで明らかなように、正義、明智、人事、つまり正義と優れた知恵と思いやりがあり、情け深いこと、これを三つの原則とする発光宇宙、天下を一つ屋根のもとに、この文字によって表現される統治の計画に基づいて、地球上のあらゆる人間にその分に従い、その強度において真似ながらの生きる権利を認め、それによって恒久的平和の確立を唯一の念願となさっているのに他ならない。かつてのよもの海、皆腹からと思うように、など波風の立ち騒ぐらむ。私は世界中が皆兄弟姉妹だと思っているのに、なぜ戦乱が起こるだろうか、という平和主義の明治天皇の和歌、
これは日露戦争の中でお作りになったものですが、あなたの叔父、オセドア・ルーズベルト閣下の簡単を読んだところであり、あなたもまた熟知の事実であるはずだ。私たち日本人にはそれぞれ階級がある。様々な職業に従事しているが、結局はその職業を通じて、この天皇の統治の計画、つまり天皇の仕事を補佐しようとするに他ならない。我々軍人もまた武器を持って天皇の仕事を広めることを謹んで賜っているに他ならない。私たちは今、物量に頼ったあなたの空軍の爆撃と艦砲射撃のもと、外形的には後退するにやむなきに至っているが、精神的にはいよいよ豊かになり、心はますます明瞭になり、歓喜を抑えられないものがある。これは天皇の仕事を補佐するという信念に燃える日本国民共通の真理であるが、あなた方やチャーチル氏らの理解に苦しむところであろう。今ここにあなた方の精神的貧弱を憐れみ、以下一言しばらく教え諭そうと思う。すごいですね。あなた方のすることを見れば、白人、特にアングロサクソンで世界の利益を独占しようとして、有色人種をその野望実現のために奴隷化しようとするに他ならない。そのために苦痛な策をもって有色人種を欺き、いわゆる悪意の政策によって彼らの本心を失わせ、無力化しようとしている。近代に至り、日本があなた方の野望に抵抗して、有色人種、特に東洋民族をあなた方の束縛から解放しようと試みたところ、あなた方は少しも日本の真意を理解しようと進めることなく、ただあなた方にとって有害な存在だとして、かつての UFO を旧敵、野蛮人と見るようになり、公然と日本人種の絶滅を叫ぶようになった。これは果たして神の意志にかなうものであろうか。大東亜戦争によって、いわゆる大東亜共栄圏が成立すれば、その中の各民族は私たちの前世、良い政治を謳歌し、あなた方が今これを破壊することがなければ、全世界にわたる恒久的平和の到来は決して遠くない。あなた方はすでに十分な繁栄にも満足することなく、数百年来のあなた方の搾取から逃れようとする、これら憐れむべき人類の希望の目をなぜ若葉のうちに摘み取ろうとするのか。ただ東洋のものを東洋に返すに過ぎないではないか。あなた方はどうしてこのように貪欲で、しかも強力なのか。大東亜共栄圏の存在は、少しもあなた方の存在を脅かさない。むしろ世界平和の一翼として、世界人類の安寧幸福を保障するものであり、日本天皇の真意も全くこれ以外にないことを理解する画量があなた方にあることを希望してやまないのである。翻って欧州の事情を観察しても、また相互無理解に基づく人類闘争がいかに悲惨であるかを痛嘆せざるを得ない。今ヒットラー総統の行動の是非を云々することは進みが、彼の第二次欧州大戦開戦の原因が第一次欧州大戦終結に際して、その開戦の責任の一切を敗戦国ドイツのせいにし、その正当な先祖へを極度に圧迫しようとしたあなた方の先輩の処置に対する反発に他ならかったことは看過してはならない。つまり、敗戦国ドイツに戦争の一切の責任を押し付けたことが第二次大戦の原因だと語っているわけです。すごい洞察力ですね。あなた方がよく戦ってヒットラー総統を倒すことができたとして、どうやってスターリンを狩猟とするソ連と協調しようとするのか。おおよそ世界を強者の独占するものとしようとすれば、永久に闘争を繰り返し、ついに世界人類に安寧幸福の日はないだろう。
あなた方は今、世界制覇の野望が一応まさに実現しようとしている。あなた方の得意は想像できる。しかしながら、あなた方の先輩ウィルソン大統領は、その得意の絶頂において失脚した。願わくは、限界の意を組んで、その鉄を踏まないことを。10海軍少将。さて、元アメリカ大統領、ジミー・カーターが、就任演説の時に引用した、その言葉をご紹介いたします。今から2750年前、イスラエルの預言者、ミカの言葉です。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。旧約聖書2箇所3章。アメリカという超大国の主導者として、ジミー・カーター氏はどのような心構えで政権運営をするのか、世界が注目する中で読み上げました。公義を行うこと、誠実を愛すること、謙遜であること、信頼する神と共に歩むこと。このミカの言葉は、109条が超大国アメリカ大統領ルーズベルトにまさに教え諭すために与えた書のように見えるのです。ルーズベルト大統領に物申すと、嘘偽りがあってはならない。あなたの信じる神の前に恥ずかしくないのかと大胆に問うているのです。それが死に臨んだ全く冷静沈着な態度です。アメリカ国民はこのことに感動したのです。日本には当時109条だけでなく、崇高な理念を抱き、称賛に値する人々が民間人も含めて多数いたことを誇らしく思います。109条はたまたま発見された一人に過ぎないと思うと、なんとも惜しい人材をたくさん日本がこの戦争で失ったことでしょう。弁明の機会も与えられず、処刑された軍人も多数いました。植物で例えるなら、枝や実の一つがこのような輝ける人材です。その人材を生み出す幹があり、根があります。これこそ重要なのであって、これが天皇を中心とした日本の国体です。当時日本国民の多くが天皇のもとに一つにまとまりました。この国難に臨み、天皇と国家のために命を捧げようとしたのです。なぜなら、世界で唯一天皇こそ国民のために命を捨てるお覚悟をお持ちの指導者だったからです。これが天皇と国民の絆でした。皆様はどのようにお感じになられますか？私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、公義を行う天皇でした。それでは次回のご案内です。9月4日土曜日です。テーマは、パラオが最も親日国となった理由とは。大戦末期、1944年9月、南太平洋に位置するパラオで日本兵1万人が玉砕しました。しかし島民は一人も死ななかったのです。日本の統治下で日本を信頼したパラオの国民は、日本兵と共に米軍と戦い運命を共にする覚悟でした。ではなぜ一人の死者も出さなかったのでしょうか。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。